今日はカリカリフライドポテトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はカリカリフライドポテトを作りたいと思います。今回はですね、じゃがいもをマッシュしてそれをカリカリに揚げていきたいと思います。カリカリに仕上げるポイントなどいろいろご紹介していきます。そしてさらにそのフライドポテトに合うソースを2種類ご紹介していきます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、米粉、片栗粉、お砂糖、塩、ベーキングパウダーです。そしてあとは揚げる時に油も使っていきます。じゃがいもの種類はですね、今回は男爵芋を使いますが、メイクインとか他の品種のじゃがいもを使っていただいても OK です。それでは早速こちらの材料で作っていきます。まずじゃがいもの皮を剥きましょう。芽もね、きちんと取り除きます。はい、このようにね、綺麗に皮を剥きましょう。こちらの半端なやつも剥きます。で、切ったじゃがいもを一口大ぐらいの大きさにね、切っていきます。これで OK です。それではボウルに水を入れていただいて、この中にじゃがいもを入れます。このまま水に10分ほど浸してじゃがいものアク抜きをします。はい、アク抜きが終わりました。一度この水を捨てます。耐熱のボウルに入れてふんわりラップをします。少しね、このように空気の逃げ道を作っておいてください。このままね、ピタッとラップをしてしまうとレンジから取り出した時にラップがピタッとじゃがいもにくっついてしまってラップを剥がす時にやけどしやすくなるので、このぐらいね、空気の逃げ道を作ってください。それではこちらを電子レンジ 600W で5分から7分ほどじゃがいもが柔らかくなるまで加熱します。はい、加熱し終わりました。そしたらラップを開けます。この時やけどしないように外側から自分に蒸気がかからないようにふわっと開けましょう。かなり熱いのでね、やけどしないように注意してください。で、一度こういったね、竹串で刺します。全体的にね、スーッと竹串が入って柔らかくなってれば OK です。で、もしこの時ね、まだ芯が残っているようであれば追加で加熱してください。できるだけじゃがいもはね、柔らかくした方が潰しやすいのでしっかりね、加熱しましょう。これで OK です。それではじゃがいもを潰していきます。こういった網目の細かい古式などを使って潰していただくととても滑らかになります。じゃがいもを置いて潰します。で、どんどん潰していきましょう。このようにね、1個ずつね、潰していくとやりやすいと思います。はい、こんな感じでマッシュできました。細かくしていただくととても滑らかに仕上がります。それではここにお砂糖、塩、まずこの2つを混ぜます。お砂糖はね、じゃがいもが熱いうちに入れて溶かすようにしてください。お砂糖と塩のシャリッという感じがなくなれば OK です。ここにまず米粉混ぜます。粉類は1個ずつ混ぜていきます。で、最初はね、こんな感じでポロポロしてるんですが、だんだんひとまとまりになってきます。このように混ざれば OK です。で、続いて片栗粉、これを混ぜます。片栗粉が混ざりました。結構まだポロポロっとした感じになってます。じゃがいもの水分量によってこの硬さが変わってきます。もしこのぐらいポロポロっとした場合はお水を少しずつ加えてみてください。だいたい 10ml ずつね、加えていただくといいかなと思います。で、これで混ぜて、で、結構ね、しっとりするまで水を加えてください。で、最初からね、結構ねっとりした感じになればお水は加えなくて OK です。目安としてはこう柔らかい食感で指につかないぐらいですね。そしてポロポロせずにひとまとまりになる状態を作ってください。そして最後ベーキングパウダーを加えます。で、これを混ぜます。はい、このようにひとまとまりになれば OK です。それではまな板を用意していただいて、ここに米粉を振ります。こちら分量外です。
れはね、まな板にくっつかないようにするためです。生地をね、3等分ぐらいに分けていただいて、その一部を取ってまず手で軽く転がします。で、ある程度伸びたらちょっと置いて、でコロコロ転がしていくんですけれども、この時ね、手で転がすよりもこういったね、まな板などあればまな板を軽く上に置いていただいて、コロコロこのように転がすと綺麗に伸ばすことができます。まな板が出ない場合はそのまま手で伸ばしていただいて OK です。でこの時ね、あんまり力入れすぎちゃうと割れてきてしまうので、力の入れすぎにはね、注意しながら伸ばしていきます。でどうしてもね、ひび割れてしまうっていう場合は水分量が足りないので、ちょっとね、じゃがいもにお水を足して少し柔らかくしてからもう一度ね、転がしてみてください。はい、だいたい今25センチぐらいの長さに伸ばしました。それではこれをだいたい 1.5 センチ幅ぐらいに切っていきます。そうしましたらフォークを用意していただいて、フォークの先の先端にも少しね、米粉をつけてください。このフォークで潰します。むにゅっと。はい、こんな感じです。厚さはこのぐらい。このように形作っていきます。はい、これで OK です。それでは残りの生地も同じように形成していきましょう。フライパンで揚げていきたいと思います。フライパンの底から、1.5 センチぐらいでいいかな。油を入れます。そして温めます。今回は170度の温度で揚げていきます。それまで油を温めます。はい、油が温まりました。で、目安としては菜箸を入れた時に菜箸の先端から細かい泡が出てくるぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。それでは油で揚げていきます。やけどしないようにだけ注意してください。ポテトを入れて5秒ぐらいで上に浮き上がってくるぐらいですね。で、入れたらこのようにね、かき混ぜながら揚げていきましょう。そうするとだんだんね、ぷくーっと膨らんできます。こんな感じでね、膨らんできます。で、少し色づいたところでこういったね、網などを使って少しね、こうやって押します。で、そうするとその反動でぷくっと膨れ上がって、よりサクッとした仕上がりになります。このように押しながら揚げていきましょう。で、あんまり押しすぎると潰れちゃうので、軽く押すぐらいで OK です。このまま揚げ色がつくまで揚げていきましょう。その時もこのように混ぜながらね、揚げていきます。はい、このようにいい揚げ色がついたら取り出します。サクサクに仕上がりました。それでは残りも同じように揚げていきます。揚げ上がりました。こんな感じでサクサクに仕上がりました。このまま3分ほど油を切ります。それではね、今回ポテトはシンプルなね、プレーン味にしているので、ソースを2種類作っていきたいと思います。まず1つ目はガーリックソースです。材料はこちらです。マヨネーズ、おろしにんにく、牛乳、オリーブオイル、お砂糖、塩です。こちらの材料で作っていきます。混ぜるだけなのでね、すごく簡単です。そして2つ目はサワークリーム風のヨーグルトチリソースを作ります。材料はこちらです。ヨーグルト、チリソース、レモン汁、こちらの材料で作っていきます。ヨーグルトはですね、無糖のものを使用してください。まずガーリックソースから作っていきます。まずマヨネーズですね。そしてニンニクで牛乳、オリーブオイル、お砂糖で塩は最後にね、味の調整で使います。これを混ぜます。オリーブオイルが分離しないようによくね、混ぜましょう。よく混ざれば OK です。で、ここでちょっと味見をして最後塩ね、1つまみぐらいかな。これはお好みで OK です。で、これで混ぜてあっという間にガーリックソースの完成です。それではヨーグルトチリソースを作っていきます。まずですね、ヨーグルトは水切りしてください。すごい簡単なのでね、ぜひやってください。ボウルの上にザルを置いて、その上にキッチンペーパーを置いてください。で、ここにヨーグルトです。包んで、この上に重しになるようなこういったココット皿とか何かね、上に置いてください。で、このまま30分ほど水切りします。
水切りが終わりました。水切りするとこんな感じになります。ここにチリソースですね。で、これを混ぜます。はい、そして最後ですね、レモン汁を入れて混ぜましょう。これでヨーグルトチリソースの完成です。はい、これでサクサクポテトの完成です。こんな感じに仕上がりました。揚げ色もね、綺麗に仕上がってサクサクになりました。そしてこの2つがソースですね。で、こちらがヨーグルトチリソース。そしてこちらがガーリックソースです。それではいただきたいと思います。かなりサクサクですね。ではまずこのままいただきます。すっごくサクサクで味もねちょうどいい味ですね。これは癖になりますね。ソースにつけていただきます。まずガーリックソースですね。いただきます。いやガーリックソースすっごく美味しいです。ヨーグルトチリソースにつけていただきます。いただきます。すごくねさっぱりしてるんですけどちょっとピリ辛で美味しい。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のサクサクポテトのポイントです。最初にね、じゃがいもを温めてマッシュするんですけれども、網目の細かいざるとか、あとは小敷などがあればね、とても滑らかな生地に仕上がりますので、ぜひね、網目の細かいざるか小敷がある方はね、そちらを使ってマッシュしてみてください。そしてその後ね、粉類を入れるんですけれども、水分量によって生地の硬さがね、変わってくる場合があります。もしね、ボソボソっとした食感になってしまった場合は、少しね、お水を加えてみてください。逆にベトベトしてしまった場合は米粉をね少しずつ加えてみてください。そして形作る時のポイントです。生地を3等分にして細長くして 1.5 センチ幅に切りました。コロコロ転がす時のポイントなんですけれども、まな板とかをね上に置いてコロコロ転がすと綺麗にね丸く伸びていくので、ぜひまな板みたいなものがもう1個ある場合はまな板を置いて優しく転がしてみてください。でこの時にもしねひび割れしてしまう場合は多分まだ水分量がちょっと足りないので、ちょっとだけお水を加えてみてください。そして揚げる時のポイントです。油が温まったらじゃがいもを入れて、じゃがいもをねこうかき混ぜながら揚げるようにしてください。そうするとねだんだんぷくっと膨らんできます。そしてさらに色が変わってきた時点でフライ返しとか、今回私が使った網みたいなもので軽く押さえつけてください。そうするとその反動でぷくっとね綺麗に膨らみますので、ぜひこの方法もやってみてください。でこの時注意していただきたいのが、あんまり強くやりすぎちゃうと今度は潰れてしまいますので、強く押しすぎは注意してください。このポテト出来上がりはねかなりサクッとして美味しいんですけれども、時間が経つとねやっぱりポテトってどうしてもねしなしなっとしてしまいます。そういったものはですね、オーブンでカリッと温め機能がついているものがあれば、カリッと温め機能で温めていただいて、でその後ねかなり油が出るんですよ。でそしたらですね、まずポテトをキッチンペーパーの上に一度置いていただいて、上からギューッとね押さえつけて油を拭き取ってください。でそうするとですね、膨らんだのが潰れてしまうんですが、ぺしゃんこのカリッとしたフライドポテトになるので、それはそれで美味しく召し上がっていただけるかなと思います。トースターでやる場合はちょっと焦げやすいので、上にアルミホイルをかぶせながら温めてみてください。こちらも同様に油がたくさん出てくると思うので、その場合はキッチンペーパーでギュッとね油を押さえつけて取るようにしてください。であとはですね、方法としてはフライパンでねカリッと焼いていただくのもいいかなと思います。出来たてをね食べていただくのが一番いいかなと思いますので、少しずつね作りたい場合は半量で作っていただくのがいいかなと思います。もしね冷めてしまってべちゃべちゃになっちゃったっていう時はね、ぜひやってみてください。そして今回はね2種類のソースをご紹介しました。両方ね手軽な材料で簡単に作れるかなと思います。ぜひこちらのソースも一緒に作ってみてください。はい、ということで今日はカリカリフライドポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。